こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルのスポンサーには、ハードウェアウォレット企業のタンジムについていただいております。リンクは概要欄に貼っておりますので、ぜひ覗いてみてください。ビットコインの価格は現在98,400ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米フィラデルフィア連撃景況指数、米新規失業保険申請件数、米景気先行指数などがありました。市場は日銀の利上げ警戒などが強まってですね、円高傾向となってまして、また米指標も全体的に前回予想以下という結果から、そして米財務長官の発言もですね、米金利、米ドル下落要因になっています。ドル円は149円台突入となってまして、米株各指数は調整となっているんですけども、ビットコイン比較的強い反発となってまして、一時98,700ドル台をつけています。これから取り上げる仮想通貨市場の方でポジティブなファンダが出てますんで、その影響もあるのかもしれませんね。あと ETF 関連では、21シェアーズのイーサ ETF のステーキングとカネルキャピタルの XRP ETF がコメント募集フェーズに入っています。どちらも承認可否の前段階となってますね。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.7 億ドル相当、香港はゼロとなっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 4.46%、額としては629億ドル相当、オーダーブックの状況としては上は 98,800、その先には10万900ドル台の売りが目立つ状況になっています。他各所の見解では、機関投資家からのビットコインとイーサの先物需要が減っていることから下落要因になるんじゃないかとか、あとは仮想通貨投資家の利益が去年からプラス 518% になっているというですね、JP モルガン、コインレジャーらの見解が注目されています。今後の指標としては、本日2月21日に米小売、米 PMI、2月22日に米ミシガン大学消費者信頼感指数、米中古住宅販売件数、2月24日にドイツ IFO 景況感指数、イスラエルの基準金利などが控えております。そしてオンレンチャー企画ですね。昨日の私の予想では、週末まで指標が並んでいる状態だけども、バフェットの SP500 売り、ストラテジー懸念などですね、ネガティブなファンダも一通り風化してそうだと、米株続伸からのビットコインも釣られて上がるんじゃないかということで、2月21日、AM6 時点のビットコインは昨日の96,571ドルよりも上という予想でした。結果としては日銀の利上げ警戒と米指標の結果などもあってですね、ドル円が149円台と急落してまして、米株各指数は調整となってるんですけども、ビットコインはその後単独で強く反発してまして、2月21日 AM6 時点のビットコインは98,453ドルということで、昨日の96,571ドルよりも上なんで当たりです。はい、内容違いますけど当たりました。はい、続いて明日の予想ですね。指標としては本日、重要指標の米 PMI を控えてまして、その後、米市場がお休みに入る形ですけども、ビットコイン単独での強さと指標警戒解放に期待してまた上にしようと思います。なので2月22日 AM6 時点のビットコインは現在の98,382ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日23時45分に米 PMI が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在2740ドル、BTC だっては 0.0278、先物の方では OI は全体でプラス 2.48%、額としては237億ドル相当、オーダーブックの状況としては2700ドル台で拮抗してまして、上では3000ドルで売りがある状況です。昨日の ETF は現時点では全体でマイナス 0.1 億ドル相当、香港はマイナス401イーサと、比較的大きい流出となっています。イーサ関連の話題では、イーサ財団が SNS マネージャーの採用を検討していることや、イーサのガス代が平均 0.7 ドルまで低下、2020年以来の水準となっていることが注目されています。オンチェーンユーザーが減っている表れにもなってますね。BTC だっては底値をキープして連日ほぼ同水準となっています。抜ければ取れてると見られている3000ドルまで遠いですけども、再度反転できるのか注目ですね。あとその他の動向では SEC が DeFi のディーラー訴訟の控訴を取り下げています。これは DeFi を既存の証券規制の下で取り締まろうとする SEC に対してブロックチェーン協会らが訴訟を起こしていたんですけども、一審では SEC の権限が硬派になりすぎているということで SEC 側が敗訴してました。で、これに対して SEC 側が控訴すると見られてたんですけども、今回控訴取り下げとなっています。理由としては SEC 側はですね、納税者の負担が多くなるからとか挙げてますけども、海外としてはトランプ政権から SEC の方針が変わった影響と見られてますね。
以前と違って SEC の驚異的なものはなくなりつつあります。あと SEC は仮想通貨と AI 関連の詐欺から投資家を守るためのユニット CETU の設立も発表したりしてますね。あとは ECB が発表した決済システム構築計画も注目されてます。国際決済などでデジタル台帳ベースの取引を計画しているとのことで、ここにブロックチェーンが利用されるんじゃないかと一部から期待されているようです。ECB は先日ラガルド総裁が現時点ではビットコイン準備金は考えられないと発言して、その時も取り上げましたけども、別な形でブロックチェーンが採用されるかもしれないですね。あとはマイクロソフトが量子チップマジョラナ1を発表しています。トポロジカル超伝導体という新素材を使うことで従来のものよりも外部ノイズや干渉に対して強い耐性を持つことからエラー確率が低くなって、少ない量子ビットで従来のパフォーマンスが出せるようになると Google や IBM が開発しているものよりも高性能と見られています。量子コンピューターの実用化は数十年先と言われてますけども、このマジョラナ1の誕生で量子コンピューターの実用化が数年先に短縮されて、例の量子コンピューター問題が近くなるんじゃないかと一部で懸念されています。この量子コンピューター懸念、海外でねだいぶ熱が冷めてきている印象ありますけども、今後また市場に影響するのか注目ですね。あと他ではシルクロード創設者ロスがロジャーバーの開放を呼びかけています。ロスの投稿ではですね、私が落ち込んでいて助けを必要としていた時、ロジャーバーは私を支えてくれましたと。今ロジャーは私たちのサポートを必要としています。税金のせいで残りの人生を刑務所で過ごすべき人はいない。税金をもし払っているならそれで終わりにすればいいと X に投稿しています。ロジャーバー氏はビットコインの過少申告で脱税容疑で逮捕されてましたけども、意図的な脱税者を解放するのはですね、国民の理解が得られなそうですよね。トランプ大統領はこの要求に応えるんでしょうかね。その後の進捗に注目ですね。あとアルト関連ではカイトがついにトークンリリースとなっています。私もエアドロ概要欄に密かに貼ってましたけども、当初はエアドロ稼ぐためにヤップスを稼がないと対象にならないと見られてましたけど、私はゼロヤップスでしたけどね、なんか権利ありましたね。X のアカウント持ってて接続したことある人は一応確認した方がいいかもしれません。カイトの価格は現在 1.7 ドル、時価総額は189位ですね。ノーリスクで3万くらいもらえるのはでかいですよね。こちらも再度上迎えるのか注目ですね。あとその他資金調達リリース関連ではビットコインステーキングプラットフォームアクレが400万ドル調達、永久クラウドストレージネットワーク AR.io がメインネットとトークンリリースを発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。